単体だと1万6000円になっています。セットの場合は6万8600円で、インパクトドライバー単体だと2万3200円なので、購入する場合は Amazon で一番おすすめです。今回紹介するセット内容の場合は、インパクトドライバー本体、バッテリーが充電とケースがついています。出してもらってみると、このような感じです。インパクトドライバー単体で購入した場合はバッテリーが2個ともつかないので、初めて購入する場合は基本的にセットがおすすめ。今回紹介する TD172 の主な特徴としては、4段階切り替えられる打撃力と回転に合わせた4つのモードが正しい使い方とかについては動画の後半で紹介しているので、よかったら見てください。そして TD172D のセット製品についてくるバッテリーは秋田の BL1860B と言われる製品になります。2つとも電圧が 18V でバッテリー容量が 6.0A になっています。基本的にバッテリーの電圧が大きければ大きいほどインパクトドライバーの打撃力が強い、バッテリーの容量が大きければ大きいほどインパクトドライバーの使用時間が長くなります。 18V と 6.0A にはアプロで使用するようなモデルなので特に問題はないかなと思います。またバッテリーはこの後ろについているこちらのボタンを押すことによって残量が変わっています。おそらくセット製品を買った段階ではバッテリーの残量が2つ分になっていると思います。また 1860B は Amazon や楽天市場とかでも単品で購入できますが、価格は1万2500円ほどします。この場合はセット製品で購入した方が安く購入できます。そして TD172 のセット製品に含まれている充電器は DC18RF と呼ばれるモデルです。価格は Amazon で6000円ほどですが、あんまり単品で売っているのは見かけません。同じくセット製品に含まれているバッテリーを取り付けることで、すぐに充電が始まります。C18RF の場合は、充電と同時にバッテリーの冷却も行うため、充電が完了した時には熱々のバッテリーも常温にもなります。また DC18RF は取り付けたバッテリーを素早く出し入れすることで、充電時のメロディーを変更することができます。充電器を使用するときにそれぞれの異なるメロディーで設定しておけば、どのバッテリーの充電が満タンになったのか分かりやすくなります。またこちらには USB を充電する用の端子もあるので、スマホの充電などもできます。最後に TD172 のケースは空の状態のままになっているような感じで、セット内容にもあるインパクトドライバー本体とバッテリーが入るようになっています。またケースの上蓋部分にはこのように細かい仕分けがされていて、ピッチやメシなど細かい部品を収納することも可能です。さらに最新のケースでは蓋さえ閉まっていれば開いていなくても開くことがありません。こうやってロックがかかっていないと開かないようになっています。なのでロックを引き忘れたままケースを持ち上げてバラバラバラと中身が出てきてしまうトラブルを防ぐことができます。ということで、インパクトドライバー TD172D のセット内容についてはではここからはインパクトドライバー TD172D の基本的な使い方について解説していきます。インパクトドライバーにビットを取り付ける。インパクトドライバーにビットを取り付ける方法は、インパクトドライバーの先端側にビットを差し込むだけです。差し込みが完了しました。ビットをしっかり奥まで差し込むと自動でロックされるので、引っ張った程度ではもう絶対に動かない。ちなみに今はバッテリーがついた状態で入れましたが、慣れない時は誤ってトリガーを押してしまうとビットが回転してしまってバッテリーを取り外した状態で交換した方がいいです。インパクトドライバーからビットを取り外す。インパクトドライバーからビットを取り外す方法は、インパクトドライバー先端のスリーブを引っ張った状態で
誤ってトリガーを押してインパクトドライバーのビットが回転してしまう恐れがあるので、慣れないうちはバッテリーを取り外してからビットを取り外してください。バッテリーの取り付け取り外し、インパクトドライバーでバッテリーを取り付けるときはこのようにただスライドしてはめ込むだけです。バッテリーがしっかりついていれば自動でロックされるので、取り外れたりとか、簡単に引っ張った程度では取り外れません。またバッテリーを取り外したいときはこの白いボタンを押しながらバーンで取り外す。ビットを回転させる方法。ビットとバッテリーをインパクトドライバーへつけた後、ビットを回転させます。インパクトドライバーは電源ボタンとかそういうスイッチとかがないので、トリガーを引くだけでビットが回転します。このようにトリガーの軸によって回転の速さがあるので、用途に合わせて調整してください。もちろんトリガーから手を離すと自動で回転が止まります。ちょっと分かりにくいかもしれないですが、ビットを回転させると自動でライトがつきます。ビットの回転方向を変える方法。ビットの回転方向を変えるときは、トリガーの付近にあるレバーを押し込みます。で、正面に向けてレバーがつまり今の状態であれば回転は右回転になります。メッシュを締めるときに使う回転になります。一方でレバーが左側に出ている状態、この時は左回転になります。なのでメッシュを締めるときの回転になります。またこのレバーをちょうど真ん中の位置にセットするとライトモードへ切り替わります。この状態でトリガーを引くと最大1時間もライトが点灯した状態になります。これもう一回トリガーを引くとこういうふうに消えます。一応こういう簡易的な懐中電灯を使うことができるので、覚えておくと役立つかもしれない。打撃モードへの切り替え。TD を打撃モードへ切り替えるには、こちらの打撃の書いてあるボタンを押します。打撃モードへ切り替わった後、打撃ボタンを押すことで、4つの打撃量に変化していきます。ライトを点灯すると打撃力については、こちらの表を見てください。一番強いモードで回転させると2番目に強い状態で回転すると3番目に強い状態で回転させると4番目に一番弱い状態で回転させると回転力が変わります。ちなみにこの打撃モード後から解説する楽々モードとは併用できないので注意してください。楽々モードへの切り替え。TD を楽々モードへ切り替えるには、楽々と書かれたボタンを押します。そうするとこの青いライトが点灯します。楽々モードへ切り替わった後、再び楽々ボタンを押すとよりモードが切り替わります。ライトの点灯位置とボードの詳細についてはこちらの動画を見てください。していきます。木材の場合はこのような感じ。ボルトの場合は手元ボタン。TD には打撃モードを簡単に切り替えられる手元ボタンが存在します。こちらですね。このボタンを押すことによって、こちらの打撃モードが切り替わっていきます。
しかし、手元ボタンを無効化したいときは、手元ボタンと楽々ボタンを同時に長押しします。と点滅するので、ボタンから指を離すと、手元ボタンを押しても、指が切り替わらないようになります。手元ボタンの無効化を解除したいときは、再び手元ボタンと楽々ボタンを同時に長押しします。すると点滅するので、指を離すと、合計約3本から1つを手元ボタンへ登録しておくことができます。登録しておくと手元ボタンを押しておいてそのモードへスイッチできるので、よく使うモードを登録しておくと便利だと思います。手元ボタンへ登録するときは、登録したいモードを指定しておきます。打撃モードの一番弱いモードを設定して、次に手元ボタンと打撃ボタンを長押しします。点滅するので、この状態で指を離すと、手元ボタンを押すだけで、今登録したモードへ切り替えることができます。モードにしておくようなように、手元ボタンを1回押すと、これで打撃モードの一番弱いモードへ切り替わることができました。次にもう1回手元ボタンを押すと、指を離します。これで登録したボードの解除ができました。実際に手元ボタンを押してみると、このように自動で攻撃モードに変化する最初の状態へ戻りました。フックの取り外し、取り付け方。音楽ドライバーについているこちらのフックは、ネジを緩めることで外しが可能です。実際に取り外してみます。このように簡単に取り外すことができます。こちらのフックは取り外して、反対側につけることも可能です。フックの取り付けをするときは十分にネジを締めてください。